はい。皆さんこんばんは、もふおです。今回は絵本の読み聞かせ会ですね。恒例の絵本広場さんの絵本をお借りして、本を4冊ほど読み聞かせしようかなと思っていますね。はい。一日どうでした？疲れましたよね。お疲れ様です。心疲れてませんか？体もそうですけど。もし心が疲れてる場合はね、実は僕も最近心がめっちゃ疲れてたんですよ。その時どうしたかっていうと、やっぱ声に出して自分の知り合いとか友達とかに自分の気持ちを打ち明けるっていうのが一番いいね。うんうん。だから皆さんももしこの動画を見ている人でネガティブな気持ちとか感情とかがすごく今体の中に多いなって思ってる人がいたらね、自分の声に出して喋れる相手、もうネット上の友達でもいいし、現実の友達でもいいし、誰でもいいからね、声でおしゃべりできる人と自分の気持ちを一切隠さずに話してみてほしいね。するとちょっとはスッキリできるよ。おすすめです。うん。まあもしそんな相手もいなかったら、このコメント欄に書いて相談してくれてもいいですしね。うん。僕なりにですけども、元気づけられる言葉とか、まあ大体のネガティブな考えって、そこまで深くね、否定的に考えなくてもいいってことがほとんどだけど、自分じゃなかなかそれが見つけられないからね。人かの目線で語れることをね、アドバイスしてあげたいなって思ってるよ。まあそんなこんなで前置き長すぎましたね。はい、絵本読んでいきましょうか。はい、行きましょうね。じゃあ一冊目、にゃんとおちびちゃん。なんか絵本広場さんにコンクールがあったらしくて、その賞を取った絵本を何冊か僕が面白そうだなと思ったやつをピックアップしてますね。はい。じゃあまず、にゃんとおちびちゃん、とこさんかな。森のとしこさん。お椀山のふもとには、にゃんのねぐらがあります。ある日、ひどい嵐が来ました。風がゴーゴーと吹き荒れて、ねぐらにいろんなものが飛んできました。そして次の朝、にゃんが目を覚ますと、目の前に知らないおちびちゃんがいました。ここは僕のお家だぞ。追っ払おうとしたけど、その子の身軽ですばしっこいこと。これは僕のカリカリビスケットだ。そんなに見たってあげないよ。しょうがないな。半分あげるよ。君はどこから来たの？わかんない。お母さんは？名前は？何を聞いても、おちびちゃんは首をひねるだけ。あの子は一体、どこの子なんだろう。見たことない子だね。お椀山から来たんじゃないかな。物知りのルリーに聞いても、おちびちゃんが誰なのかわかりません。そうしておちびちゃんはすっかりにゃんのうちに居ついてしまいました。だけど、おちびちゃんは怖いもの知らず。あ、そいつは乱暴者のゴン。あ、これは見けねえ。なんなのこのちびっこいのは。なにこれ。わ、誰じゃ。わしの眠りを邪魔するやつは。おちびちゃんといると、ハラハラしてばかりのにゃんでした。今日はお椀山にやってきました。ルリーが、おちびちゃんはお椀山の子じゃないかって言っていたので、連れてきたのですが、山でもおちびちゃんはいつも通り。なんだ、山の子じゃなかったのか？にゃんはちょっぴりほっとしたような。
もうすぐ寒い冬がやってきます。おちびちゃんは落ち葉をせっせと拾い集めて、にゃんのねぐらに運び込んでいます。そんなに葉っぱを集めてどうするの？リスさんに教えてもらったの。これがあったかいお布団になるって。おちびちゃんが集めてきた落ち葉のおかげで、にゃんはこの冬をいつもより暖かく過ごすことができました。雪が降る頃になると、おちびちゃんはよく眠るようになりました。心配するにゃんにルリーが言いました。それはきっと冬眠ってやつだよ。雪が溶けて花が咲いたらまた目を覚ますよ。暖かい日差しが戻ってきました。おちびちゃんは目を覚まし、また元気に走り回るようになりました。にゃん、お花がいっぱいだよ。初めて見る春の景色に、おちびちゃんは大はしゃぎ。おちびちゃんは花飾りを作ってくれました。こんなのどこで覚えたの？蝶々さんが教えてくれた。人間たちが作っているとこを見たって。おちびちゃんはみんなにも作ってくれました。その日、お椀山を散歩しました。桜のつぼみが赤く膨らみ始めています。その桜の木の前で、おちびちゃんは足を止め、見上げたまま動こうとしません。まだ花は咲かないよ。咲いたらまた来よう。そう言ってなんとかおちびちゃんを連れて山から帰ってきたのですが、その日からおちびちゃんは元気がなくなりました。にゃん、お山の花、見に行きたい。まだ咲いてないよ。咲いたらまた行こう。だんだん寝込むようになったおちびちゃんに、にゃんはどうしていいかわからず、ゴロゴロするだけ。にゃん、お山に行きたい。今はダメだよ。元気になったら行こう。おちびちゃん寝込んでるんだって？あたしのビスケットを持って行きなよ。ありがとう、みけねえ。だけど、あの子、山の子なんだろ？山に返した方がいいんじゃないの？おちびちゃんはどこにも行かないよ。にゃん、お椀山の桜が咲いたよ。おちびちゃんに見せてやれば？今はそれどころじゃないよ。早く元気になってまた一緒に遊ぼうよ、おちびちゃん。ところがねぐらに戻るとおちびちゃんの様子がすっかり変わっていました。にゃん、わかった。ルリーが言いました。この子はお椀山の桜の花の子だ。桜の花の子？あの嵐で木から離れちゃったんだ。お椀山に行かなきゃ。にゃんはおちびちゃんをくわえて走りました。にゃん、急いだ方がいい。咲き終わる前にお椀山に着かないと。にゃんは力の限り、思いっきり、これ以上ないくらい早く走りました。お椀山に近づくにつれて、おちびちゃんは少しずつ元気を取り戻しているようでした。お椀山に着くと、にゃんはおちびちゃんをそーっと下ろしました。おちびちゃんはにゃんの顔に手を伸ばして言いました。にゃん、ありがとう。にゃん、好き。にゃん、大好き。にゃん、さよなら。そうしておちびちゃんは
満開の花の中にスーッと飛び込んでいきました。おちびちゃん、さよなら。にゃんはしばらくの間、花の前を見つめていました。毎年桜の花の季節には、お椀山に猫たちが集まってきます。おちびちゃん、どこかで見てるかな。見上げると花びらがひらひらと舞ってきて、にゃんの顔を優しく撫でるのでした。おしまい。絵本も綺麗で、内容も可愛らしい内容だったね。じゃあ早速次の絵本行きましょうか。次はですね、文字食い虫がやってきた。これ行こうかな。ガクガックンさんかな。ねえ、みんな知ってる？街で見たことないかな。文字の抜けた看板や標識。あれって風や雨で取れちゃったなんて思ってない？違うの違うの。あれね、実は文字が大好物のあいつが食べちゃったんです。こいつ、名前は文字食い虫。本当に虫なのかって？実はまだよくわからない。正体不明の生き物。看板の大きな文字からノートに書いた小さな文字まで、文字なら何でも食べちゃう厄介なやつです。やったはずの宿題が朝起きたら何も書いてないなんてことあったんじゃない？あれって夢なんかじゃないよ。全部こいつの仕業なんです。そんな文字食い虫がこの町にやってきたのは昨日の夜。ケンジ君のやった宿題のノートが朝起きたら文字が全部なくなっていたのです。先生に正直に話すと、それは夢だと言って信じてもらえませんでした。しかし、事件が起きたのは3時間目。今度は先生の教科書の文字がなくなっていました。何やら教室がざわざわしてきました。周りを見渡すと、壁に貼ったクラスの目標や時間割の文字もなくなっているではありませんか。先生のメガネがキラリッと光りました。理科が専門の山田先生。虫博士と言われるほど虫に詳しいのです。愛用の分厚い虫図鑑をめくって言いました。出たな、文字食い虫。文字食い虫を探し出せ。こうして文字食い虫捕獲作戦が始まったのです。机の中、椅子の下、ゴミ箱の中まで、教室の隅から隅まで探します。床を探していたこうたくんがあるものに気づきました。点々と落ちている小さな粒。よく見るとそれは文字の塊でできた文字食い虫の糞のようです。その糞をたどっていくと、いた。ケンジ君が声を上げて指をさしました。放送が流れるスピーカーの上。よし、逃すなー。そう先生が叫ぶと、みんな一斉にほうきやらちりとりやらで文字食い虫を追い詰めたのです。追い込まれた文字食い虫、絶体絶命です。すると、なんだかみるみる赤くなって、大きく大きく膨れてきました。これでもかってくらい、どん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 膨らむと、うわー、なんとなんと、
お腹の中にあった食べた文字全部吐き出したのです。教室が文字でいっぱいになりました。先生の顔も、ケンジ君の頭も、文字でいっぱいです。なんだかみんな吹き出して、笑ってしまいました。あれれ？でも、肝心の文字食い虫は、どこかに消えて、いなくなっていました。先生は言いました。文字を吐き出した文字食い虫は、消えてなくなるらしい。虫の図鑑にそう書いてあるらしいです。どうやら一見落着のようですね。え？本当に文字食い虫は消えたのかって？さあ、もしかしたら皆さんのお家にでも行ったのかもしれません。文字食い虫は文字があればどこへだってやってきますから。静かに。やっぱり生きてたみたい。どうやらこの本の文字を狙ってきたみたいですよ。ほら、下の方から。あらら、どうしましょう。おいっく、こら、やめなさい。この物語はまだ終わってないんだから。こら、頼むから、やめ、文字食い。もう、誰か、捕まえて。クライマックスが残ってるんだってば、うわぁ。文字食い虫はどんどん文字を食べてますね。やれやれ。今日は大暴れしたもんだから、疲れて眠ってしまったようです。さあ、早く今のうち、この本、パタッと閉じて。そしたらガムテープでぐるぐる巻いちゃって。逃げられないようにしたら、二度とこの本開いたらダメですよ。文字食い虫はあなたの大切な本、狙っているかもしれませんから。おしまい。なんかデザインから、ストーリーの構成から面白かったね。文字食い虫がちょっとカモみたいな見た目してたね。で、最後、おやすみ電車、お布団行き。ティビチョンさんかな。おやすみ電車、お布団行き。まもなく出発します。ご乗車ありがとうございます。おやすみ電車、お布団行きです。次は、電源オフ、電源オフ。スマホ、タブレット、ゲーム、テレビ、パソコンなどの機械でお遊びの方は、電源をお切りください。Next stop is 電源オフ。電源オフ、電源オフです。お済みの方からご乗車ください。まもなく出発します。次は、お片付け、お片付けです。あれ？おもちゃ、どこ行ったってなりたくない方は次でお降りください。Next stop is お片付け。お片付け、お片付けです。お片付けがお済みの方はご乗車ください。次は、歯磨き、歯磨きです。虫歯になんてなりたくない、美味しいご飯やおやつを食べたい方は次でもお降りください。Next stop is 歯磨き。歯磨き、歯磨きです。奥歯の方までお磨きください。歯磨きが終わった方からご乗車ください。まもなく出発いたします。次は、お手洗い、お手洗い。何も出ないもん、と思うお客様も
念のためにお済ませください。Next stop is お手洗い。お手洗い、お手洗い。お住みの方からご乗車ください。まもなく出発いたします。次は、明日の準備、明日の準備です。何が必要かわからない方は、わかる方にご確認ください。Next stop is 明日の準備。明日の準備、明日の準備です。準備がお済みの方はご乗車ください。次は終点、お布団です。まもなく出発します。まもなくお布団、終点、お布団です。いい夢が見れるかな？明日は今日より楽しいかな？お休みすれば答えがわかる。お布団でお降りください。Next stop is お布団。終点、お布団です。本日はご乗車ありがとうございました。またのご乗車お待ちしております。おやすみなさい。